好きなポケモンは EV ヘビへのひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの突然変異、なんでこれとこれからこうなっちゃうのみたいな進化をねお話しさせていただきたいと思います。EV ってあれでしょう、8つの進化先があるっていうか、君はもう何にでもなれる、いつでもみたいなこのねポテンシャルの塊というか大きな変化をするところが好きなんですけど、ボールパイソンもね実は結構そういうところがあって、ここにいるのはボールパイソンのノーマルと言われる、原種ですね。ボールパイソンは本来はこういう色ですよっていう子たちなんですけど、こういう何の変哲もないと言ったらあれですが、ザ・ボールパイソン、ザ・黒&茶色みたいな表現なのに、持ってる遺伝子によってはこんな変化をしちゃうんだよっていうのがねいくつもありまして、その中からメガ進化を3つご紹介したいと思います。元祖ボールパイソンの突然変異といえばこちら、アルビノですね。アルビノっていうのは体の中の黒い色素を持つことができない状態のことを言うんですけど、もうこういう遺伝子とこういう遺伝子が掛け合わさってこうなるっていうね、すごいでしょ。まさかねこの EV とこの EV からこのブースターが生まれるとは、パンダかどっちかっていうと誰も思うまい。アルビノはボールパイソンだけじゃなくていろんな生き物に生まれうる変化ですけども、こんな感じに、ね、なる白と黄色とレッドアイです。最初にねアルビノを見つけた人はびっくりしたでしょうね。この子とこの子からこうなっちゃうのみたいな。今でこそ2万円3万円ぐらいでお迎えすることができますけれども、発見当初はもう何百万ってしました。そりゃそうでね、珍しいもんね。突然が変異しております。ボールパイソンの突然変異2匹目はブルーアイ粒子、ブルーなアイが粒子スティック。ブルーアイ粒子っていうのはもう先ほどのアルビノは体に白と黄色がメインで色素が抜けていくっていう感じでしたけど、ブルーアイ粒子はもうね白くなるっていう変化ですね。で名前の通り目が青い、黒目の白ヘビとか紫目の白ヘビもいるんですけど、ボールパイソンの中で最も代表的な白ヘビというとこのブルーアイ粒子スティックが代表的かなと。アルビノもね可愛いですけどね、白ヘビは白ヘビで神々しくて素敵ですよね。やっぱりねこういうほぼ普通の見た目のボールパイソンの掛け合わせなのに、持っている遺伝子によってはこんな変化をする。これはもうメガ進化ですよね。ボールパイソンの突然変異3匹目はフリーウェイ。先ほどのねアルビノと白ヘビと違ってちょっと玄人好みの変化かもしれませんけれども、普通だったらさ宇宙人みたいな柄が横腹にあって黒と茶色で背中はトゥントゥンって感じっていうのが原種なんですけど、このフリーウェイはねご覧ください。まるで背中が高速道路のよう。これがフリーウェイの語源になってるんですけど、背中にねトン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 っていうイエローベリーとアスファルトという遺伝子を掛け合わせるとこういうフリーウェイが生まれてきたりします。イエローベリーとアスファルトはねこの子たちはノーマルなんですけど、大体似たような表現と言っても良いでしょう。こんな感じの子とこんな感じの子を掛け合わせるとこんな感じの子が生まれる。これはもうなんか個体差とかじゃなくて、ほらこの2匹はさ同じノーマルなんだけど、君ちょっと明るいね、君ちょっと暗いね、君ちょっと模様がぐにゃってるね、君は規則正しい柄をしてるねみたいな個体差がありますけども、これは個体差とは呼べないメガ進化になっておりますね。スーパー体って言ったりしますけど、こんな感じでボールパイソンは白になったり黄色になったり、柄がねフリーなウェイになったり、パイボールって言って柄が消失する部分と柄が出る部分が混在する子が生まれたり、黄色になったり茶色になったり白になったり、いろんな変化をしてくれるすごく魅力的な興味深い生き物です。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの突然変異についてご紹介をしました。当店の販売しているヘビをご覧になりたい方は概要欄にあるホームページまたはライブ配信での紹介動画をご覧ください。飼育やご購入についてご質問のある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。